皆さんこんにちは、さきです。本日の動画は中顔面短縮メイクパート2です。本日はですね、多分 1,2 年前ぐらいに出した中顔面短縮の私のメイク術の動画がすっごい好評で85万回再生ぐらいいっていて、私も本当に普段やってるメイクがめちゃめちゃバズっていたのでびっくり仰天だったんですけど、すごく好評だったので2023年バージョンの中顔面短縮メイクを撮っていこうと思います。でもうすでにメイクが終わってる状態なんですけど、きっとサムネを見られてる方は顔を長く見えるメイクをしてるバージョンと中顔面短縮術を使ってるメイクとのビフォーアフターが見えてると思うので、顔とあなたの人生が変わるぐらいすごく私の研究した結果といろんなメイク動画を見てて学んだこととかをたくさんこの後紹介していくので、最後まで見てもらえたらなと思います。それでは動画スタート。メイクを始めていきたいと思います。まずは下地から塗っていきます。使うのはこちらのアミューズの下地です。こんな感じのカラー、ほんのりピンクって感じ。最近さ、私さめっちゃさ顔白いマンって言われるからさ、ちょっといつも使ってるさ白いやつじゃなくてさ、ちょっとさ抑え気味のさピンクのさトーンアップ系のやつにしたんだよね。で今日はおでこもちゃんと出してるのでおでこにも塗っていきます。私さ今さピコスポットのダウンタイム中でさ、まだここら辺ポツ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 ってピコスポットであらわになったシミみたいなものがあるんだけど、それも隠しながらメイクしていきます。はい、こんな感じで下地が完了しました。続いて使うのはこちらのまたもやサンプルのやつね。コンシーラーでクマを隠しちゃうとここら辺がちょっとシワみたいな横シワみたいなのができるのと、涙袋まで消しちゃうと上重視になるので、コンシーラーじゃなくてこの下地で隠していくのがミソ。はい、こんな感じでクマを隠しました。続いてがこちら。これどこのだっけな、使いすぎて全周剥げちゃってさ何のことやらって感じなんだよね。これ小鼻をまずはグリーンのコントロールカラーで消していきます。赤みがさ小鼻って絶対出るじゃん。でもこの赤みがあると小鼻が広がって見えるのね。だから鼻をちょっと忘れ鼻っぽくちっちゃくするためにこの赤みだけをグリーンのコントロールカラーでちょっと飛ばしていくっていうのが、中顔面のポイントっていうか小鼻に見せたい人はすごくおすすめなポイントになります。結構これだけで小鼻が変わるかなと思います。ファンデーションは今また見せれないよっていう私のブランドのクッションファンデーションを使っていきます。これは19号を使っていきます。頬とおでこと顎、鼻でクッションファンデーションが塗り終わりました。お粉を振っていきます。使うのはこちらのウォンジョイヨ先生のお粉を使います。全体的にピンクカラーで揃えていきます。ベースはこれはね中顔面とかあんまり関係なく本当好みかなって感じなんだけど、粉は塗り終わりました。眉毛で使うのはジョンセンムル。まずは毛流れを揃えていく。眉毛はそんなに大きく元の眉毛から変えないんだけど、上重心にしたくないのであんまり眉山を描かないように若干下に下がるぐらいスーっていう感じ描いていきます。下の方を描く比率の方が多くなるように描いていきます。上に描いちゃうとここがどんどん狭くなっちゃって上寄りの顔になっちゃうから、下目に描いてあげて下重心に持っていくっていう感じ。童顔っぽく見せたい人はちょっと眉毛短めに描いた方が童顔っぽく見えるかなっていう感じ。私はあんまり長く描かない派。大人っぽい顔に仕上げたい時とかはちょっと眉毛長めに描くと大人っぽい顔になっていく。描いた後にぼかしていきます。このねぼかすのもすごい重要。後で眉毛の存在感消していくのでちゃんと今の時点で描いたラインをぼかしていく。ノーズシャドウに移ります。ノーズシャドウはこちらです。デイジークです。ここの色とここの色を混ぜて、ここを長く引いちゃうと顔が長く見えるので私はここの部分だけに引きます。ここに引いちゃうと鼻が細く見えるとちょっと大人っぽくて縦長の顔に見えちゃうので、こういう感じで入れていく。こうやって入れちゃうと細いまっすぐな鼻になっちゃうので、眉の骨の下のところを塗っていきます。それだけでも全然ね彫りは深く見えるのでここまで塗らなくて大丈夫。その流れで余っているもので目のまぶたのところもそのまま一緒にやっていきます。これは何でかっていうと、後でアイシャドウを塗っていく時に上まぶたはあんまり色をつけないようにしていくので、その分目をはっきりさせるためにこれでちょっとなじませていくっていう感じ。今度はもうここ飛ばして鼻の下アップノーズに見えるように
ちょっとこう V を描くような感じ、ちょっとすごいオーバーにやっていくね。こうやって丸くするようなイメージで描いていきます。ここを短くするイメージ。そしたら今度はここでちょっとぶった切る。こうやってちょん。ちょっと鼻の位置が横から見ても前から見てもツンとした鼻に見えます。ちょっとオーバーにやってるから土から出てきたみたいな顔してるけど、今度はここの人中ですね。私そんなに多分人中長くない方なんだけど、やるとさらに短く見える。ここをまっすぐつなげていくイメージ。口の下に影を入れていきます。次はおでこです。おでこは比較的ちょっと暗めなこのお色とこれを混ぜていきます。ちょっと私はおでこがね狭いので丸く見せるために毛が生えてる産毛のところかなだけこうやって塗っていきます。でおでこがある程度広い人とかはここ全体にやっちゃっていいのかなって感じ。とりあえず上の分量を減らしていくっていう。顔周りのシェーディングは重要ポイントなのでまた後ほど紹介します。次にアイシャドウに移ります。アイシャドウのベースで使うのが2色使うんだけど、この色とアメリっていうねブランドのこのピンクシャドウ、こちらこの一番左のピンク混ぜていきます。上はね本当に薄くほんのり色づくぐらい、ちょっと白っぽい系の色を選んであげるとすごいいいかもしれない。両目完成しました。本当にちょっと塗ってるか塗ってないか分かんないくらい、このくらいで OK。 そしたら今と同じ色をそのまんま下まぶたにも一応ベースでのせていきます。これは広範囲涙袋全面に塗っちゃって大丈夫です。ほんのり涙袋をはみ出すぐらいまで塗っちゃって大丈夫。目の下の幅を増やすのがミソ。そしたらリリーバイレットの今度ここのピンクを使っていきます。この下まぶたにのせていきます。涙袋はちょっとピンク系とかほんのり赤み系でのせてあげた方がナチュラルに顔の目の幅がちょっと下に下がる感じになるので、ブラウン系とかでやるよりもピンク系でやってあげた方が圧倒的にナチュラルに仕上がる。なんか結構下がってきたでしょ徐々に。次に使うのがちょっとまだお見せできないよ感じなんだけど、私のコスメブランドのウルトラスーパーピンクの可愛いピンクがありまして、そのピンクをちょっと取ってここの部分にだけ塗っていく。わかる？ちょっと変わったの超下がったでしょ。わかる？これね超中顔面短縮にいいピンクなの。これ全部に塗らないの、ここに塗る。黒目いかないぐらい。続いて使っていくのがシャーロット・ティルブリーのこの色。この色で全部に引くんじゃなくて、この黒目のところ中央のところのほんとキワキワのところに少しだけこうやって感じでのせます。のせると本当にこれ一気に下に下がる感じ。流行りで言うと下にピーって引くのとかも結構多いと思うんだけど、私の場合結構それやるとどっちかというと垂れ目向きな感じになるなっていう印象だったので、あくまでもちょっとナチュラルに下げたいっていうところで私はこの黒目下だけ引いております。今引いた残りのものでそのまま涙袋をこうやって描いていきます。涙袋はもう必須案件、ゴリゴリ必須。ペンシルとかで引く手もあるじゃん。結構私それやっちゃうとマジで近くで見た時に見せられないよみたいな感じの線入ってますみたいな感じのリキッドだからさ、あれってぼかせなくって、私はなのでこっちの余ったシャドウでちょっとこのまま涙袋を作ってあげる方がナチュラルかなっていう気がします。続いて最初にインラインを引いていきます。ラインはね引いても引かなくても大丈夫。この上まぶたのところには引かないっていうのを意識してます。なので引かなくてもいいし、引くのであればこの粘膜のこの中に入れてあげる。色は絶対にブラックじゃなくてブラウンを使うべしっていう感じです。ブラックだとね目のさ上のラインが強調されすぎちゃって結構また上重視になっちゃうので、私はダークブラウンとかそういうのを使ってます。今インラインが引いた状態、このまんま目尻だけ徐々に下に下げていく感じ。そしたら今度今引いたインラインの上をぼかしていきます。使うのはさっきのシャーロット・ティルブリーのこの色。私はちょっと末広っぽい二重に見せたいので、こっちはさ末広っぽい二重なんだけど、こっちはさ幅広いのね。幅広いとちょっとやっぱ顔が長く見えるというか間延びして見えるので、私はここを自家製で末広に見せていくっていう。シャドウでこの目頭部分だけこういう感じにして食い込ませるっていうので、こっちだけオーバーにしてこっちはナチュラルに引いていきます。あとはこのさっき引いた目尻のところをちょっとなぞってぼかしていく。
そしたらこれポイント、マットな真っ白を使って、これ今まではラメでやってたの。最近はマットの方がよりナチュラルに女神スポットが作れるっていうことに気づいたので、私はマット系をずっと使ってます。これちょっとどこで買ったか忘れちゃったんだけど、こういうね平たくてちょっと硬めのブラシを使うとより綺麗に弾けるかなと思います。ここそしたら次使うのがこちらのペンシルです。これも絶対欠かせないポイント、この目頭からここら辺まで、涙袋全体にやるんじゃなくて際のところにだけ引いていく。目の重心を下げたりとか目を大きくさせるために目頭をこうキュッとする人もいるんだけど、離れ目さんとかはしてもいいと思うんだけど、すると結構きつい顔になっちゃうので、それで下げるんじゃなくてラメの光で下げるっていうのを最近私はハマっております。しかも涙袋全体に引くよりも際に引いてあげた方が細くって綺麗な涙袋になる。これがあるのとないのじゃ全然顔の漏れようが違うので、絶対毎日必要不可欠なポイント。この上から今度はラメをこれに沿ってのせていきます。涙袋の形ってさ、多分もともと大きくある人と細く涙袋がある人って多分分かれてると思うんだけど、私はもともと結構こう涙袋が大きく出るタイプ。大きく出るのは大きく出るでいいんだけど、涙袋のちっちゃい方が可愛らしい童顔っぽい雰囲気になるなって私は思ったので、わざと細さを演出してるっていう感じ。そこでまた使っていくのがこちらのこのラメです。今度使うブラシはどこかわかんないんだけど、斜めに切られてて、これも細いやつ、縦に置いていく感覚でのせていきます。しかもこれもハの字にちょっと斜めにするのがすごくポイント。横にのせちゃうと平行な目になっちゃうので、ちょっと下目に下げてあげるっていうのを意識して、失敗するとさ涙袋どでか女になっちゃうので、いつも結構慎重にやってる。そうするとうるうるして下に目がいくでしょ。次使うのがこちらです。これはコンシーラーみたいなやつ。粘膜このまま若干アイライナーの下に沿ってちょっと三角っぽく入れる。白目の部分が下がって目の幅が下に下がる感じ。その上から使うのがエチュードハウスのペンシル。さっき引いたこの三角ゾーンの下ら辺にちょび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 って引くの。そうするとちょっとうるうるみたいな感じの目になります。次はマスカラに移りたいと思います。ライターで炙っていく。みんなやけどしちゃうから気をつけてね。電子竹串みたいなやつ欲しいんだけど、あれみんなどこで売ってるか教えてください。まつげを上げていくんだけど、本当に徐々に座って上げていくイメージ。緩やかなカーブが作れるようにちょっとこういう感じのイメージ、まつげを上げていきます。徐々にクッククッククッって段階を踏んでまつげを上げていくっていう感じ。目を下に見せたい時はまつげすら上げないでそのままマスカラ塗る時もあるくらい。マスカラの塗り方は特にこだわりはないのでこれは飛ばします。上まつげが完成しました。上まつげは特にこだわりはありません。下まつげに移りたいと思います。下まつげは一応塗っていくんだけど、どっぷりつけないでさりげなく引いていきます。使うのはキャンメイク。まつげをさドバッとさ強調させるようなやつを使っちゃうと線みたいになるんだよね。ラインみたいな感じ。せっかく薄いピンクとかだけで下に下げてたものがここまで目ですみたいな感じでラインみたいに強調されちゃうので、ここはあんま塗らないでこの中央部分メインに少しだけこう下げるように塗っていく。ここで登場するのがこのライターと竹串。炙ってきます。しっかりとこの竹串で下に下げるのが大切。下がってないぐらいだったらまつげ塗らない方がマシなぐらいちゃんと下げていく。熱を与えるとさダマになってたのが勝手にほぐさなくても取れてくれるんだよね。次にチークに入りたいと思います。チークもすごく重要。まず一番最初に使っていくのがこちらです。超薄い色、超薄いピンク、ちょっと大きめのブラシでのせていきます。これをポン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 、こんな感じでぶった切る感じで鼻のこの付け根とここの間横長にのせます。本当にほんのり色づくぐらいだから、これでちょっと一旦縦の線を横にするような感じ。しかも透明感もすごい上がるの。次に使うのがさっき涙袋に使ってたこちらのアメリのシャドウをチーク代わりに使っていきます。こうでのせていく。これはここまでいくと変なのでこの目の下のところまだ段階があって、今度使うのがこちらのスティラだかステラだかのこちら
です。ちっちゃめなブラシに取って塗っていきます。これはね、オクヒーっていう韓国の少女時代のテヨンさんのメイクをしている方が開発された、そんな感じのやつだった気がする。横線ほんのり足してあげる。今度そのままこの目の下のところもちょっとぼかしていく。鼻先にもこのまま塗っていきます。さっきノーズシャドウだけでちょっとアップノーズにしてたやつが赤みを足してあげるとトレンドっぽいちょっと泣き顔うさぎ顔っぽい感じにもなるし、茶色とこのピンクっぽいのがブレンディングされるとちょうどいい感じになるので、鼻先もこれでぼかしていきます。顎にも塗ります。チークは完成。だいぶ変わったくない？眉マスカラしてなかった私。眉マスカラはもうほんとどうでもいいの。これ眉マスカラはマジどうでもいいの。いつも使ってるやつ。塗るのは何でもいい。ただ塗った後が重要。色はやばい、どうでもいいとか言ってたら本当にどうでもよくなっちゃった。眉マスカラの種類は何でもいいんだけど、色味的に髪の毛が暗髪だからって暗めの色を使うとすごいここに強調されるので、それはノーで、今ちょっと明るめのやつを使ったんですけど、この上からパウダーをのせて存在感を消していきます。いくよ。ルル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 。こっちがぼかしてない方、こっちがぼかしてる方、全然違くない？ポイントはちょっとこの埋め込んでいく感じ。ハイライトに移ります。使っていくのはこちらのクレドポーを使っていきます。ちょっとマットっぽい感じ、ギラギラ系ではないやつ。まず眉下、眉間はここじゃなくてここ、目頭のちょっと下。眉間は最初にお伝えした通りちょっと太めの方が好きなので、童顔っぽく見えるのでちょっとこう広めにこうやって塗ります。鼻先一気にツンとした。ここをスススススってこっち側にこうやって塗っていく。そうするとノーズシャドウをこことここしか塗ってないんだけど、鼻が浮き上がってくる感じになるので、ここに塗っていきます。そしたらね、360度こうどこから見ても綺麗なツヤツヤな肌に見えるので、そのまま C にこういう感じで逆 C みたいな感じで塗っていきます。ちょっとだけこのおでこ丸く。鼻のハイライトはまたリリーバイレットに戻ってこれを使います。これを手で取ってここにツン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 ってなじませる。ここに点がさ、こことこことこことここに集中するから、ちょっとこの位置が下がるというか、上にあんまり目がいかなくなる。シェーディングで使うのはやはりこちらでレン&ビー、ここだけで、私顔歪んでるのでここ多め。上に上げるんじゃなくてこの下側にこう伸ばしていく感じ。顎下とか二重顎気になってる人とかはこの下にも影こうやってつけてあげると非常に綺麗になります。このエラってさ、骨切りする人とかさ、エラをなくした顔にする人とかって結構いると思うんだけど、そうするとどんどんこう縦長の顔になっちゃうの。だからエラって結構あった方が若々しく見えたりとか、すごいいいことがたくさんあって、このエラは残す。ここはもう何も塗らない。ここも塗らない。何も上にじゃなくて下にぼかしていく。首元もこういう感じでここしかやんない。どうせさ、ここって影になるじゃん。だから全然しっかりめに塗っちゃっても大丈夫なの。最後にデイジークのやつ、オリーブヤングで買ったフィリミリの852番っていうシェーディングのブラシで、これもまたこう顎の下だけ削る。そしたら今度リップメイクに移ります。シェーディングでやるパターンとこっちでもいけるパターンがあって、こっちの方が簡単だからこっちでやるね。さっきインラインで使ってたデジャビュあるじゃん。超これ最初ブスだからちょっと見てほしいんだけど、ここね、ここふざけてないからね。これ口角上がっただけでだいぶもう変わったでしょ。これをねぼかすの。ちょっとぷっくりしたでしょ。今ぼかしたところをシャーロット・ティルベリーのこのピンクでさらにナチュラルにブレンディングしていく。私は最近下唇がアンジェリーナ・ジョリーさんみたいな感じでブルンってなってるのがすごい好きなので、こうやって垂らしていく。あとここやりすぎるとやべえやつだから、今 YouTube だからオーバーにしてるけど、もうちょっと多分ナチュラルにした方がいいと思うんだけど、なんか大体こんな感じ。リップは私のコスメブランドのものを使っていくんだけど、最近はちょっとヌーディー系にハマっているのでヌーディー系にしていきます。この色超可愛いんだよね。ブリンブリンリップが手に入れたい人はこれを使うべし。こういう感じ。この上からクラランスのリップをのせていきます。ここね、全部にはのせない。さっきのリップが結構もうグロスいらずぐらいツヤツヤになるやつなので、中央と下だけ。完成。あ、嘘、ラメのせるの忘れてた。ラメのせていきます。ラメはこれのこの色のせていきます。これは二重の幅に
ね、忘れてた。もう一個だけ追加していい？最近さ、顔の若干この頬のコケ気になってて、中顔面とは関係ないんだけど、ここがふっくらしてる方が童顔には見えると思うの。中顔面気にしてる人は多分幼く見えたい人とかあどけない感じを残したい人が多いと思うんだけど、キラキラ光る系のハイライトじゃなくてマット系のハイライトをちょっとここにのせてあげるとふっくらするよっていう。最近はいつもここに足してます。今度こそ本当に完成。髪の毛だけ整えていきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと髪の毛もね全体的に整えてメイクを終わらせてきました。多分サムネの時の顔とだいぶ違うと思うし、一番最初のすっぴんから比べてもだいぶ中顔面が下がってちょっと童顔っぽい感じというかドーリーな感じの顔に仕上がったんじゃないかなと思います。自分の好みの顔がちょっと童顔っぽい感じっていうかドーリーっぽい感じ、ドーリー系とセクシーが混ざったような顔立ちがすごく好きなので、それを研究していった結果この顔のメイク術に至ったという感じだったんですけど、面長で悩まれてる方とか、面長じゃないけどここの余白が多くって中顔面短縮に目指してる方だったりとか、あとちょっと幼い顔に見えたいっていう感じの方とかにはすごくぴったりなメイク法になったんじゃないかなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。バイバイ。